あなたは大切な人の命を守れますか？たった20メートル走ることだけに全てのトレーニングを注いでる、日本を代表するレベルのアスリートでトレーナーをやってる方って多分そこまで多くない。僕がビーチフラックスのスタートで意識してるのが0度スタート。そのスキルを獲得するだけで全然速くなると思います。堀江翔吾です。翔吾って呼んでください。ライフセーバーと、競技はビーチフラックスをメインで、ビーチスプリントと世田谷の二子玉川でプライベートジムをやってます。ビーチフラックスはそうだね、距離が陸上の短距離でも100メートルだから、ウサイン・ボルトでも9秒10秒ぐらいかかるわけでしょ。で僕らのビーチフラックスって3秒台で終わるのね。超短距離だから 0.1 秒 0.01 秒の世界だから、そこを追求する、たった20メートル走ることだけに全てのトレーニングを注いでるわけよまあ変態なのかもしれないけど、なんかね面白い。砂によっても毎回違うし、飽きないかな。隣の人との駆け引きもあるし、競技者8人いたら7本、7人いたら6本っていう風に1個ずつ減っていく競技だから、持久力も必要だし、忍耐力、フライングも一発アウトだから精神力もいるし、足のパワーもいるし、上半身もいるし、コア体幹もいるし、スピードもいるし、もう全部必要な競技。持ち物はいらないけどやっていくと、やっぱね、極めてる人になってくると20メートルってほんと差がつかないのね。すごい熟練の選手とかでも気を抜くことはできない競技だから、まあ面白いかもね。マラソンとか距離が長いとさ、すごい差が生まれるじゃん。でも20メートルだとどんだけ速くても全然差が出ないから、そのほんのちょっとで変わるっていうのがすごい面白い。足が速くなるのは大事な要素とか、その人によってもちろん違いはあるんだけど、僕の長所はやっぱりスタートダッシュ。やっぱり20メートル以降ってなると陸上選手の方が絶対的に技術高いし、そこは言えないんだけど、20メートルだったら僕はもう絶対的な自信があるから。球技とかっても20メートルの初速が大事だから全部に共通するんだけど、スキルが大事。僕がビーチフラックスですごい大事にしてるのは、すねの角度が大事だと思っていて、かけっこを想像してほしいんだけど、位置について用意ドンの時に体の上半身とかすねが地面に対して距離が近い方が速くて、走るのが苦手な人とかっていうのはすねの角度がすごい高いのね、地面に対して。だから僕がビーチフラックスのスタートで意識してるのが0度スタートっていうのを意識してるんだけど、砂浜に対してもうすねがくっついちゃう状態で走り出すっていうのを意識してる。そうすると低く倒せば倒すほど反発が前に来るんだよね。状態が高いと反発が上に行っちゃうから、前に進みたいのになんか上にひょこひょこ行っちゃって逃げちゃう。できるだけ低く、すねの位置を低くすればそれだけもう前にしか行けなくなる。そのスキルを獲得するだけで全然速くなると思います。最初ライフセービングの競技があることを知らなくて、最初は本当に僕は人命救助を極めたいと思って入って、そしたらなんかライフセーバーの人命救助を向上するために競技会が行われてるっていうのを先輩から聞いて、そこでビーチフラックスがあることを知って、でライフセーバーの競技ってビーチフラックス以外にもビーチの競技と大きく分けて海の競技、あとプールもあるんだけど、走る方か泳いだりボードを漕いだりオールをこう漕いでいく競技だとかっていうのを選ぶんだよね、みんな。俺が選んだのはボードとかだと、まずあれ何キロぐらいなんだろう、結構重いのよ。ビーチフラックスって何もいらないじゃん最初本当にその競技に本当に興味なかったから、距離が短くて終わる、ああいいじゃんからスタートをしました。正直に話すと。
大学、僕は国際武道大学に入ったんだけど、サッカーを続けようと思っていて、小学校2年生からずっとプロサッカー選手になるぞと思って毎日やっていて、大学のその部活動紹介の時にライフセーバーの映像が流れたのね。でその時にライフセーバーはみんな誰もが知ってる、あなたは大切な人の命を守れますかっていう言葉があるんだけど、編集がうまいわけよ。それがバッて出て、なんか海猿で流れるような音楽と、小麦肌のマッチョの男と女性が人命救助の練習してるシーンとか、そういうのが出てきてかっこいいなってまず思ったんだよね。海も国際武道大学千葉の勝浦で近いし、あとは僕が小学生の時だったかなに、実の兄が熱中症で倒れたことがあって、その時に倒れて呼びかけても反応しないし、ずっと痙攣してるし、叩いても何やってもダメな状態で、父親母親とかが大丈夫かってやってて、すごいそれが怖かったのね、ちっちゃい時だったから。で震えて、もちろんブワー泣いて、何にもできない自分っていうのが、そのかっこいいなっていうのと同時に本当にフラッシュバックして、なんか自分の周りの大切な人を救うことできないやって思って、それでライフセービングは始めた。サッカーでそのプロになるっていう夢をもちろん持ってたんだけど、なんかすんなりそのライフセービングの道に行っちゃったっていうのが始まり。世田谷の二子玉川にあるザ・リアルっていうジムをさせていただいているんだけど、もう完全プライベートの空間でやっていて、僕の強みは現役のアスリートかつしっかりとそのトレーナーの知識、解剖学とか運動生理学とかそういうのを学んで、手術した後のリハビリテーションから健康増進、ダイエットとか、競技者だったらパフォーマンス向上とか、っていうところまで幅広くやってます。競技をやりながらトレーナーをやってる方って多分たくさんいると思うんだけど、日本を代表するレベルのアスリートでかつトレーナーをやってる方って多分そこまで多くないって思うのと、あとは僕の長所が身体能力が高いところ、そういうところが自分の強みだから、それをお客様にデモンストレーションとかやる時のクオリティ、精度とかっていうのは僕のすごい強みだと思う。感覚で指導しないように意識してるから、そういう面でアスリート活動はもちろん本気でやってるんだけど、トレーナーの方も毎日勉強して、結構3ヶ月に1回ぐらいどんどん変わっていく世界だから、それに遅れを取らないように勉強の方もしっかり学んでます。今後このチャンネルで皆さんが、スタートダッシュ早くなれる方法っていうのを僕なりに考えたものを余すことなくお伝えしていくので、要チェックしてください。